こんにちは、ロック204チャンネルです。今回の動画では、Google コラボラトリーで Python を始める第4回をお送りします。今回の内容は、リスト、比較演算子と if 文、処理の流れを変える for 文について解説していきます。それではリストについて説明していきます。リストはデータを保存するメモリーの一つですが、前に説明した変数と違って一つのリストにたくさんのデータを保存することができます。リストは名前がついた一連の箱と考えてください。これらの箱にはそれぞれインデックス番号と言われる個々の箱を識別する数字を使用します。このインデックス番号を使用して箱を特定してデータを入れたり出したりすることができます。インデックス番号は0番から始まり1、2、3、4のように増えていきます。リストにデータを入れる場合には、右上のようにリスト名で言えば A イコール10、20、30のようにしてデータを格納します。データを参照する場合は A 1のようにして参照することができます。それではリストの作成について説明します。リストの作成は、まずリスト名、例えば A という名前をつけて、各括弧の中に要素を入れていきます。この例ではですね、こういう形ですね。A イコール各括弧10、20、30、40、50っていうのを、間までくくった区切ったものですね。これが A というリストを作りました。で B というリストは1、2、3、4、5っていうような形で、作成しています。でこれを実行することによって A の中にこの要素が入ったということですね。で A の内容を見てみましょう。こういうふうな形で、A の要素のリストが出てきています。10から50。で B についてもこういう形でリストが作成されたことが分かります。で、これはリストはですね、数値だけじゃなくて文字列も格納することができます。この場合はシングルクォーテーションで ABC を入れています。これを実行して作成した状態で、C をの内容を見るとこういうふうな形でデータが入っていることが分かります。他にもですね、異なるデータ系を一つのリストにまとめることができます。D というリストは文字 A、そして、1と2という数値を格納しました。で、これを実行します。そして、D の中を見てみましょう。D ですね。で、シフトエンターを押します。そうすると、こういうふうな形で、リストの中を見ることができます。リストの要素を参照する方法について説明します。先ほど定義した、リスト A、をプリントして、そして、A の、0番目の要素を参照するというプログラムです。これを実行します。そうすると A のリストの内容は10から50までの内容ですね。で、ここに書いてある0というのは、最初が0で始まります。0番目の要素、1番目の要素、2番目、3番目、4番目っていう風になってきます。したがって30を取り出したかったら2番目の要素になってきますので2という風な形で入れます。で、シフトエンターで実行するとこういう風
3番目の要素、が取れたことが分かります。同様に最後の部分ですね。これが5番目の要素だったら4という形で入れれば50が取れたことが分かります。こういうような形で、要素を参照します。リストに値を代入する方法について説明します。リスト A が今こういうふうに10、20、30、40、50というものがあります。で、その、要素2の内容を500に変えるという、書き方は A 括弧2っていうふうに書きます。で、イコール500というふうに書くと、30が500になるという、そういうような形で値を代入することができます。こうですね、最初の初めはこういうふうなリストでしたけども、要素に0、1、2の30が500に変わりました。こういう形で値を代入します。次に、空のリストを作るということですけども、空というのは何も入ってないリストのことですね。例えば LA というリストを空のリストとして登録する場合はリストで書いて、丸括弧を書きます。またはLB というリストを作りたかった場合にはイコール角括弧を開く閉じる書いてやればその、空のリストができます。でこれをですねじゃあ、表示してみるにはプリント文で、実行してみます。そして、空のリストをですね、値を代入、追加してやる場合ですね、例えば LA っていうリストの場合は LA.append10 っていうふうに書けば、0番目の要素として10が追加されます。そしてもう一回 append20 と言ったら1番目の要素として、値が代入されるということになります。その結果をここで表示します。このプログラムを実行してみます。そしたらこういうふうになります。まず、LA リスト丸括弧をすると、ここですね。この表示してみると何も入ってないですね。LB についてもこれで、実行すると何も入ってない。で、append ですね。10っていうふうにすると、まずが0番目の要素として10が入り、もう一回appendすると20が次の要素として入る。そんな形でデータを追加していきます。リストの要素数を調べる方法ですね。それは、例えば A というリストがあったら、その A の中に入っている要素の数を見たいときは、こういう形でlenっていうふうに、入れます。len 丸括弧で、その中に、リストを入れてやります。で、実行します。そうすると、A の要素が並んだリストが、これが1、2、3、4、5個ありますよね。で、プリントlen括弧リスト名ですね。そういうすると、
5個の要素があるということがこれで調べることができます。次に、値の有無を判別する方法です。例えば、この20っていう値がですね、このリスト A の中にあるかどうかを調べたいときですね、こういうふうに書きます。変数名、何でもいいです。を用意してイコール20 in A。A というのはリスト名になります。だからこれですね、調べたい値 in リスト名、で調べることができます。それを、変数名に適当な変数の中に入れてやります。そしてそれを、表示するというプログラムです。そうするとある場合はもし、true ない場合は false になります。今回の場合は20であるので、あるということで true が表示されました。例えば0はこの中入ってないので0を調べてみましょう。そうすると false というふうな表示になります。それでは文字列をリストに変換する方法について説明します。まず変数名を用意します。それは何でもいいです。例えば H というのを用意して、リストというキーワードを書いて括弧を書きます。そして、文字列、例えば ABC、というような形で文字列を書きます。そうするとこの文字列がリストとして、変換されます。これ実行してみます。そうすると1文字ずつ分離してですね、リストの中に入っていくことが分かります。リストの中にリストを作成するということについて説明します。通常のリストはこういうように、リスト名イコール各括弧の中に要素を入れていきますね。ここでは HA2、A0 というリストを用意しています。で、これを、プリント、例えばプリント、A0 というのをプリントしています。で、次にですね、リストの中にリストを作るという場合ですね、こういうような形で書くことができます。で、まずリスト名を書いて、そしてイコールを書いて、通常通り各括弧を書きます。そしてその中にですね、リストを、入れていきます。例えば10、20、30というリストですね。これを入れてやって、シングルコンマを入れてやって、そしてまたリストを入れてやるっていうような形ですね。最初のリストが0番目のリストですね。で、1番目のリストというような形になっていきます。で、それを参照する場合には、こういうふうに、A3 というリストの1番目の1番目というと、これが0ですね。これが1番目の要素のリストを表示する、ということですね。こういう形でこの部分、1番目の要素を取り出すことができます。そしてそれを40、50、60っていうのをリストを A4 に代入してやって、A4 というリストが作成されました。で、
その A4 のリストの、2番目01に、すなわち60を取り出したいときはこういうふうに書きます。ですね。これを実行するとこういうふうになります。一番ここで、A0 イコール、A1、A2 って書いてあると、これが A1 の内容。これがリストですので、これがここに、A2 がここに入るという形で、この部分の表示になりますね。こういう形で、リストからリストを作ることができる。そして、A3、はこういう形ですね。これ、直接データを入れてます。で、先ほど説明したこれですけども、A3 の0、1番目ということで、0番目、1番目ということで、ここの、1番目の要素の値がここに入るということです。そしてそれを A4 に代入してやって、ここで、2番目の要素、0、1、2番目の要素を取り出したものが60ということです。こういうような使い方をします。それではリストを操作する方法について、説明します。先ほどアペンドについてやりましたよね。例えば A というリストがあって、それに60っていう、要素を追加したい場合にはですね、こういうふうなリスト名ドットアペンド、丸括弧で、要素の値を書きます。これ実行するとこういうふうになります。最初の、追加前はこういうものですね。で、要素数が5で60をアペンドしてやると要素数が6になります。こういう形で、値をですね、どんどん追加することができます。それでは次に、インデックスを用意して、その次にですね、要素を挿入するという、ですね、例えば、A というリストをこういうふうに10と20という、要素で定義します。そして A インサート1、カンマ15というふうに書くと、1インデックス1の要素の前に15を挿入するということになりますので、インデックスっていうのは、0番目、1番目とかそういうことなんですけども、そうするとインデックス1がここの20に当たります。で、20の前に15というような形で、インサート文を書くとですね、結果として、10の次に15が挿入された形になります。書き方は、これですね、リスト名ドットインサート、インデックス番号ですね、カンマ値という形になります。で、リストを結合する方法です。例えば、B1 というリストがこういうふうに ABC というので B2 というのがDE という
要素が入ったリストとします。そしたらリストを結合する方法はプラスでやります。で、これに B0 っていうリストはこういう形で書くと、これが結合されます。それと同じ、やり方としてですね、こういうふうな表現もできます。結合するやり方としてですね、B1、プラスイコール B2 というふうに書くと、結果としてですね、これと同じことなんですね。B1 イコール、B1 プラス B2 という結果と同じになります。最初の B1 に B2 を足してやって、それを、新たに B1 とするという考え方です。その他ですね、B1.extendedB2 というのも同じ表現になってきます。まず最初ですね、この結果、こちらの方ですね、この結果、ここですね、この B0 は B1、これとこれを出したものということで、1行目の結果になります。で、この2行目の結果は、これですね、B1 と B2 を足した結合させたものがB1 になるという、そういう、式ですね。この式になります。だからもう結果、B1 の内容がこの内容に、書き換えられました。そして、その結果に B2 を結合するっていう、式ですね。extended、これ、B2 とすると、DE が追加されて、一番最後のリストになってきます。だから結合するやり方はプラスでもいいし、プラスイコールで、書いてもいいし、エクステンディドで書いても、どの方法でも、行うことができます。プログラムの流れを変える条件式と比較演算子について説明します。条件式は、例えば A 大なり B のように書きます。これは値、比較演算子、値というように右辺と左辺を比較演算子で結合したものとなってきます。この条件式が成り立つ場合が真、true と表現します。そして条件式が成り立たない場合を偽、false と表現をします。次のスライドで、この条件式の使い方について説明をしていきます。比較演算子について説明します。右辺と左辺が等しい場合はイコールを2つ並べて書きます。使い方としては A イコール B のように書くと A と B は等しいということになります。A は B より小さい場合は A 小なり B と書きます。A は B より大きい場合は A 大なり B。A は B 以下である場合は A 小なりイコール B と書きます。同様に A は E 以上の場合は A 大なりイコール B と書きます。A と B は等しくない場合は A' イコール B と書きます。条件式の結果を見たい場合にはプリント文を使用することができます。例えば A イコール10、B イコール20として、プリント A 小なり B を実行すると true となります。反対にプリント A 大なり B を実行すると false となります。次に論理演算子について説明します。論理演算子&は、何々かつ何々といった場合です。使い方は A は10以上かつ50未満というような場合です。左の条件を A として右の条件を B とすると、左下の図のように A の条件と B の条件が重なった部分がこのAND条件となります。OR 条件、これは、またはで表されるものです。例えば A は1または100であるといった条件の場合です。
下の図では中の集合になります。not 条件、これは何々ではないという条件です。A は100ではないといったような条件となります。右下の図がこれにあたります。集合 A の外側にあたる部分に該当します。条件によって、プログラムの流れを変える、代表的なものが if 文があります。この if 文について説明します。こういうものプログラムがあったとしますね。range という、変数に、名前、個々のインプット分でですね、数字を入れます。で、この年齢を入れてもらって、もしも20歳以下であればっていうのが if 文ですね。ここに条件文を書きます。そして、コロンをつけて、この式が成り立った場合ですね。例えばこれが18で入れれば、あなたは未成年です。飲酒はできませんというふうに、表示します。それ以外であればということですよね。こちらのエイジの方が、20、あるいは21とか、そういうふうに、20歳以上であればですね、あなたは成人です。お酒飲めません。というような表示ができるようなコードになっています。で、条件が成り立った場合と成り立たない場合でここに分岐して、そして、if 文はここまでのブロックですね。if 文の有効範囲は if からこの字下げしたところまでですねになります。そして、これが済むとプリントプログラムエンドを実行します。成り立った場合はここを実行して、次を飛ばして、これを実行するということですね。成り立たなかった場合はここを実行して、次にこの次の行ですね、これを実行するということになります。ちょっとやってみましょう。で、年齢で、40歳、41歳。これ実行すると、こういうふうに、あなたは成人です。お酒は飲みません。プログラムエンドですね。もう一回実行します。今度は、19歳いきますね。未成年ですって出ますよね。そういうようなif 文の使い方、if else ですね、が組になっています。もう一つのプログラムですね。これが2の数字を入れてくださいということで、ここにインプット文で、文字列を取得してインテジャー関数で整数化しますね。で n に入れます。で n を、2で割って余りを b に入れます。そして b を表示して if 文で判定をするんですね。b は0かということですね。0であれば偶数ですというふうな表示をします。で、今回の場合は else がありません。で、この式が成り立った場合のみ、このブロックを実行するということになります。そしてそれが済んだらプログラムエンドですね。いきましょうか。ここで、例えば20と入れますよね。余りは0で入力された20は偶数ですというような形で出力されます。で、条件成り立たない場合ですね、例えば21ということで、ここが実行されずに、
この部分だけが実行されたということになります。if 文についてまとめてみました。if は2種類あって、右の if 条件式コロン、時下げして処理ブロックの場合、この条件が成り立った場合、時下げした部分のブロックを実行して、下のブロック外の処理に移ります。この条件が成り立たなかった場合は、処理ブロックを無視し if ブロックの下に書かれたコードを実行します。それに対して if else 文では、if 条件式が成り立った場合は、下の時下げした処理1ブロックを実行し、if ブロックの下に書いたコードを部分を実行します。条件式が成り立たない場合は、時下げして処理2を実行した後、次の if ブロックの下に書いたコードを部分を実行します。次にプログラムの流れを変える、for 文について説明します。まず最初の使用方法ですけども、こうしたリストがあるとしますね。例えば week というリストをこう作ります。そしてその中から一つずつ、要素を取り出す場合に、使うことができます。例として for buffer in week という風な形で書いて最後にコロンを書きます。そしてコロンを書くと一つ時下げされます。そしてそこに、例えばプリントバッファーという風に書きます。そうするとどういう風になるかというと、week というリストの中から一つデータを取り出して、for の下の時下げした部分を実行します。プリントバッファー。だから最初は日っていうのがバッファーに入ります。そして、それをプリントします。で、プリントしたらまだデータが残っているので上に上がってもう一回これ実行すると今度は月が、バッファーに入ります。そして、それをプリントしますというような形で、実行されるっていうのが一つのfor文の使い方になります。リストを定義して、まず印刷、そして一つずつこのfor文を、データがなくなるまで繰り返します。そういう使い方ができるということですね。基本的な使い方としては、こういう風な形で、プリント今この時下げした部分ですね、これを、一つ増やしています。ちょっとこれ分かりにくいんで、ここをデリートしますか。これを実行してみます。そうすると、この時下げした部分が、繰り返し実行されます。で、時下げを元に戻してやって、プロエンドで書くと、全部終わった後にですね、プロエンドというような表記になるということですね。だから、for の後の時下げの部分は繰り返し実行されるということを覚えておいてください。それで、次の使い方としてですね、for に else をつけることがあります。これはセットで使います。例えばこういうようなプログラムですね。week
のリストを表示させて、ウィークから1つずつデータを取り出して、プリントする。で、else っていうのは繰り返し処理が終了したら、この実作業の部分を実行するという、そういう使い方です。だから先ほどと同じ結果になりますね。はい、次がこういうような使い方があります。これちょっと実行してみましょうか。これはですね、for A っていうのはどんな変数でもいいんですけども、それを、書いて、次に in、レンジ、数字を指定するっていうことですね。ここで指定した値がこの中に入るんですけども、例えば5と指定すると、5の直前まで、実行されます。だから最初が0で、そして2番目が1になりますよね。というような形で1ずつ、この値が0から増えていくような形で A の中に入っていくという使い方です。で、例えばこれが、3で、3であれば、3の手前、2までがA の中に入るこのループになります。それを利用してですね、プログラムが書いたものがここにあります。例えば A というの変数を用意して、からのリストを入れます。そしてfor文で、i in レンジ10とすると、0から9までの値が、A のリストにアペンドされます。で、それを利用してですね、このリストの0から0番目の要素から9番目の要素まで、足し算するというのがこの式になってきます。まずサム、合計値を0でリセットさせて、for 文で、0から9までの要素を足し算してそれを表示するというプログラムです。そうするとこういう形で、リストの作成とそれから足し算ができました。で、最後にですね、こういう使い方もできます。レンジのところ、先ほどは1つのパラメータでしたけども、3つのパラメータにします。開始値、終端値、ステップの順ですね。終端値をこの値を超えないということで、10を入れたら9まで変化するということですね。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9まで変化するんですけども、この場合に、2を、例えばステップ値として2を入れるとどうなるかというと、これが2ずつ変化するということですね。0、2、4、6、8っていうふうに変化します。そしたら、ここを、9にするとどうなるでしょうかね。9を超えないということになりますね。9を超えないということは8になる。そしたら、8としたらどうなるか。6になる。0、2、4、6。次は8ですけども、終端値が8だからその手前っていうことで条件を満たすのは6っていうことになります。こういう使い方がfor文で、
通常は上から下へ流れる、っていうのが原則なんですけども、フォー分を使ったらこうループしてですね、逆向きの流れに、することができるということですね。そういう使い方を説明しました。それではデータを手入力してその合計と平均値を求めるやり方ですね。プログラム見ていきましょう。まずはこちらの方ですね。t イコール括弧をこうしたものですね。データ t というリストを作りますからのリストですね。で、プリントして、999を入れたときはデータ入力終了というような形にしていきます。そして、for 分で、for 分がここからここまでですね。のfor 分ですけども、i が、レンジ99になっていますので、0から98までですね、i が変化していきます。で、これここですね、大きな数であればいいと思いますけども、999でもいいと思います。それを入れておきます。それによってデータの入力個数をこちらの方で最大値を設定できるんですね。例えばここが101とすると100個までのデータを扱えることになってきます。そして、とりあえずのデータ、キーボードから入れたデータですねをとりあえず、こちらの方で実数変換してバフっていう変数入力します。もしこのバフの中の変数が999であった場合はこっち、ではないということですね。データ終了ではない場合はっていうのがこの印になりますね。ではないという。で、D のリストに、データをこれで、追加をしていきます。もし999である場合には、これ新しく出ましたけども、ブレイクという命令ですね。このブレイクは、ループから抜け出すという意味になります。だからデータがこの場合100に達してなくても途中で抜け出すことができます。ということで、この部分でデータを入れていくんですね。途中で999が入ったら、ここで、ループを抜け出します。そして、インプットデータをここで表示、していきます。で、その時に N は、このデータリストですね。D のリストの中の個数を N に入れてやります。そして、リスト D と N をここで表示する。そして合計を求めるプログラムですね。SUM っていうのを合計値を入れる変数をここで用意します。で、初期設定として 0.0 っていう実数を入れてやるんですね。そして、for 分でこちらの方ですね。for 分で、レンジ N、データ個数をここに入れてやると、0からデータ個数マイナス1まで変化しますので、結局、
データ個数だけこのループを繰り返すことになります。で、合計値を求めるサムですね。サムイコールサムプラスデータを一つずつ取り出す。0から0番目の要素、1番目の要素というような形でデータリストからデータを取り出して、それを全部足し算してやる。これで合計値が出ますよね。合計値が出たら、合計値、割る n、データ個数で割ってやれば平均値が求まります。というような形でプログラムを作っています。これ見てみましょう。じゃあ実行します。そうすると、ここで、1、2、3、4、5っていうような形でデータを入れて、あとは、ここでデータ入力中止とすると、こういう形ですね。データが5まで入ってますね。データ個数が5。平均値が、3.3、合計値が15という形で、計算されました。今回は、リスト、比較演算子と if 文、処理の流れを変える for 文について解説しました。次回は書式指定出力並び替え統計関数について配信予定です。ご視聴ありがとうございました。